よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はですね、ヌエと言います。もう一人。はい、私はエミリア・マノンと申します。今私ちょっと12ハウスに注目してて、12ハウス。12ハウスってよくね、はい点では、見えない敵とか、はい。混沌とか不安とか、ちょっとすごくネガティブ要素の強いものだっていうもうイメージ、先入観ですね。でただ本当にそうなのかなって最近ちょっとずっと考えてて、でお名前は伏せちゃうんですけど、皆さんがよくご存知な世界的な歌姫のチャートをちょっとご用意してみました。一緒にぜひ見ていきたいなと思います。世界的な、歌姫さん、ちょっとお顔が出てる、この歌姫さん。そう、ちょっとね、GPT さんに似顔絵を描いてもらいましたので、なんとなく分かってもらえるかなと思います。この歌姫のチャートなんですけど、さっき言った12ハウスに、太陽、お羊座なんですけどね、太陽が入って、金星、土星まで入っちゃう。古典占星術っていうか、占星術から考える、なんか彼女の人生となんかリンクしないというか想像つかないようなチャートだったんですね。12ハウスに太陽があるとか、しかもお羊座とかって占星術では力が弱いハウスだっていうところで、彼女のイメージからするとパワフルな歌姫っていうイメージが私はするんですけど、姉さんって太陽12ハウスとかってどんな風に考えてらっしゃいますか？ハウスで言うとね、やっぱりちょっとこの12ハウスっていうのはちょっとね隠れた感じの暗いハウスっていう風な感じがするんですよね。古典占星術で言うとね、悪しきデーモンっていう感じで、そんなに目立つようなハウスではないんですけれども、ただなんか天体がね、やっぱりこうちょこっと集まってますよね。そうですね。なんて言うんだろう、この12ハウスに集中してるのと、向かい側の6ハウスとかのところに一つあったりとか、木星がその彼女の栄光みたいな感じの部屋ではなさそうな感じがするんですけれども、古典占星術っていうとやっぱりアセンダントが重要になりますよね。で彼女はアセンダントはお牛座になります。お牛座っていうのはルーラーは金星になります。でこの金星がまたこの、12ハウスに入ってるっていうことがあって、これも12ハウス、目立たないっていうところで、ただ彼女のイメージからするとお牛座って喉を表すっていう身体的にね、って言ってると思うんですけど、彼女って7オクターブの声を持つって言われてる、ホイッスルボイスを持つっていう、彼女になるんですけど、お牛座っていう歌声にもアセンダントがマッチしてるんじゃないかなと思います。この人自身、この人隣っていう風なのがやっぱりこのアセンダントの、サインのルーラー金星っていうところに出てるんですね。この金星のその大志座の金星の特徴っていう風なところで、やっぱり喉を表すような感じ、そこが出てるんですかね、やっぱりね。それはちょっとなるほどなっていう、アセンダントから見るとね、思いました。次は月を見ていっていこうと思うんですけど、月はサンハウスで、蟹座、これまた蟹座っていうのは月がドミサイルって言って品位がいい。なるほど。ね、蟹座のサインに月があるってもうね、本拠地自分のお家ですもんね。サンハウス10位で蟹座で自分のお家にあるのと、ちょっとこのね、ダイヤルのところを見てみると、このたくさんちっちゃいお部屋のところで、5個分かれてるところと3個分かれてるところで、フェイスっていう風なところに月が入ってますね。自分のお家の上にね、フェイスっていうところにもありますよね。しかもこれ、アングルの近くだね。これ強いですね。私はちょっとコールサインで見てってるんで、サンハウスにIC がちょっと来てるんですけど、これも蟹座で、しかも、月
とねちょっと近いっていうのがあって、アングルに近いっていうことなんですよね。これ結構使えそうな感じのお月様ですね。月がその12ハウスに対して90度になってるので、葛藤があるかなって考えました。この葛藤っていうのはやっぱり12ハウスにはお羊座が12ハウスじゃないですか。この中に太陽と金星と土星がいて、太陽さんはとっても喜んでるサインですよね。お羊座の中でね、暑くて乾いてる同じ性質の火星さんがここのお家の主なんですけれども、太陽さんとってもここで嬉しがってるような感じなんですけど、その太陽さんと月がちょっと葛藤してますねっていう感じですね。やっぱりサンハウスって、身近なところのつながりとかそういうふうなことになるんですかね。勝利とかどうなりますかね。彼女って結構苦労してデビューする前は苦労されてたんですけど、働きながら、一生懸命練習を続けて、歌の練習とかを続けて、声を守るためのルーティンも結構徹底してされてたみたいなんですよね。で今もそういったルーティンとかちゃんとやってるみたいで、ということで月がサンハウスと考えると、そういった日常のリズムとか、反復練習とか生活の基礎とかをちゃんとしっかり整えるっていうことをちょっと考えてみたんですけど。なるほど。自分のねサインにいる月なんですけれども、水のサインでやっぱり多産とかね、多面的とか、あとは創造、蟹座のサインなんで、たくさん生産するみたいなそういうふうなことなので、何か月の象徴的なものとかっていうふうなのをたくさん作っていく創造的なことをやる方っていうのはなんかこのチャートからもなんとなく感じるんですけれども、これがさっき言った12ハウスの太陽金星土星と、スクエアっていうことがあるので、やっぱり外からの期待とか、彼女のトップスターになってからっていうのもあると思うんですけど、重圧とか自分のペースを守るっていうのは、必死になってって言ったらいけないけど、なんか頑張ってきて、今でももちろんすごい7オクターブとか、ホイッスルボイスで歌ってるのをちょっとこの間ライブだったかな、ちょっとどんな感じかなと思って見たら、めちゃくちゃ声が出てて、だからそういった日々の積み重ねっていうのもあるのかなっていうのを思いました。そうですよね。なんかこの方は太陽がアセンダントより上にあるので、昼生まれの方なんですけれども、ちょっと昼生まれだと火星さんとかがちょっといかがなものかっていう、そうですね、見ますね、強星をところなんですけれども、この8室なんですけど、火星が、太陽とか、ちょっと遠いですけど金星土星に対しても120度のアスペクトになるので、かなり、見えない努力と押し出せるというか、そういったのでちょっと力を貸してくれてるんじゃないかなっていうのも思います。この人はもうプロで、世界的に有名な方なんですけれども、そうするともう社会的な達成っていう風なところではこの10ハウスを見るんですけれども、そうすると10ハウス、水亀座になっていますね。で10ハウス、この水亀座の場合は古典占星術でいうと土星が支配していますよね。またこの土星さんも12ハウスっていう風な感じで、ちょっとこの土星さんどうでしょう。ハウスの勝位っていうのがあって、12ハウスっていうところでは土星はジョイって言って力をもらえるんですね。ここに12ハウス、金星も12ハウスに入ってて、これも12ハウスの裏で、金星が12ハウスをちょっと担当してるっていうのもあって、12ハウスの土星さんと金星さん25度9分と25度47分、何か12ハウスがちょっとキーになってる感じがしますね。やっぱりしますね。フェイスとかタームとかあるところも、金星もあるし土星もあるので、ちょっとちっちゃい品位ではあるんですけど、ネチャルリセプションって
っていう形にはいはいなるかと思うんですね。はい。なので12ハウスとかって言っても助けてもらってるっていう。そうですね。なんか金星さんは土星さんに受け入れられ、火星さんにも受け入れられている。で、土星さんは火星さんに受け入れられて、なおかつ自分の鍵のついたお部屋にいますっていう感じですね。火星が8ハウスっていうので、彼女の、デビューのちょっとストーリーがあるんですけれど、バックコーラスとかをしてたみたいなんですね。で、そのバックコーラスで知り合った人を通じてデモを世界的に有名なレコード会社の社長さんの手に渡ったわけです。デモテープがですね、デビューを勝ち取ったっていうか、そういう逸話も彼女にはあって、ただそれが太陽と金星、土星に対してね、わりかしいい角度、120度っていう角度を出るので、それをちょっとストーリーとして考えるとですね、そういったレコード会社の社長さんと実はご結婚もされるんですよ。で、玉残し婚じゃないですけど、そういったデビューもつかみ取ったっていうので、こういう象徴的なように見える、捉えれるんじゃないかなって考えました。なるほど。そうすると、120度なんですけれども、どちらも12と8ハウスで、そんなに目立つようなハウスはないんですが、なおかつこの方は昼生まれになっていて、火星さんがどういうふうに出るかなってなると、ハウス的にもパートナーの遺産とか、そういうふうな感じのと、12ハウスが隠された部屋っていうふうになったりとか、になるんですが、太陽さんはね、火星のフェースに入ってますし、金星さんと土星さん、太陽さんっていうのは火星さんのお家にいる。そうですね。いいよいいよみたいな感じで、ちょっと火星さんはお断りできないので、ここでやってるっていう感じですかね。一見考えると火星からの攻撃どうなんだろうっていうふうになるんですけれど、火星的な何か分断するとか分けるとかっていうふうなことだったりとか、何かそういうふうなこととかもこの方の社会的に何か成功するためのもののエッセンスになって120度っていうふうな角度でうまく作用してるんでしょうかね。火星の勝利ってなかなかね、やっぱりその火星さんって暴力だったりとか戦争だったりとか、それから刃物だったりとか、ちょっと攻撃的な感じとか、するんです。ただそれが今後のバネみたいな感じでね、この人にとってプラスになるような方向で120度っていうのがそういう角度で働いてるような感じはあるのかなって思いました。ちょっとまたこれも人生の逸話っていうかストーリーなんですけど、彼女のレコード会社の社長さんとご結婚されたんですけど、でその方とは離婚なさったんですが、それはちょっと厳しすぎる束縛であったりとか、DV であったりとか、服装の制限とかなどもなんかちょっとあったみたいなことあるんですね。なのでそういった120度ではあるとしても、火星だけじゃないとは思うんですけど、かなりお年上の方だったんですね。そういった金星と土星が近いところにあるっていうので、制限であったりとか、年上の男性じゃないですけど、想像はできるような感じがするかなって思いました。本当ですね。確かに。そしてこの方ね、ディセンダントも火星がルーラーなんですね。本当ですね。火星ですね。だからやっぱりパートナーですね。本当だ。7ハウスってね、パートナーとかそういう風なハウスになるので、なるほど。大志田の金星でね。そういうことですね。いろんなものをね、うまく天体が回ってるんですね、この方ね。そうですね。パッと見なんかね、ちょっと弱いところにあるとかっていうイメージなんですけど、彼女の人生を通して見ていくと、12ハウスはこうだよとか8ハウスはこうだよだけではないものがちょっと見えてきたなと思って、すごいいいチャートを見させてもらったなって私は勝手に思ってたんですけど、この人 MC が昼間なので、これは土星なんですね。昼間の生まれだったら土星強いですからね。しかも土星上位じゃないですか。太陽と月結構この人強いな。だからこの月もやっぱりそういった
品位のいいところにあるし、うんまあ、90度ではあるけれども、ただアスペクトがないよりは葛藤から90度って押し出していく力っていうそうですね感じがするじゃないですか。うんそういったのもただやんわりと120度とかうんソフトアスペクトだけじゃなくて、はい彼女のまあバイタリティとか見えました。そうですよね。だってやっり、ぱりその葛藤だったりとか、緊張してるっていう角度だったりすると、その生まれ持って例えばそれが全部いい角度だったりとか、すごい全部がいいってなるとなかなかご本人で気がつきにくいっていう風になると思うんですよね。例えばそれがその良くても幸せが気がつきにくいとかのってあると思うんですけど、やっぱりその変化だったりとか、はい分離だったりっていう風なのが人生の中で起きたりとかすると、じゃあ今度はそこをなんかクリアしていこうかなっていう風になるんでしょうね。だから月が、まあ、そういったアスペクトをとってもやっぱり強いですよね。なんかもう見てるだけで本当パワフルなイメージしかなかったので、古典でいう弱いとかっていうだけじゃない。確かに。そしてその12ハウスのお隣のね、この11ハウスのところがちょうど大座のサインに入って、月とこの水星さんが、やっぱりこう120度になってるじゃないですか。ね、こういうなんかお友達とか希望の部屋とかね、仲間のハウスってここ言われたりするんですけれども、ちょっとねこの水星さんの感じだとどうですかね。やっぱりこういうなんか仲間とかそういう風な人とかが助けてくれたりとか、ちょっとね火星のバウンドとタームに入ってるので、火星はいて座なので木星のお部屋ですよね。そうですね。月とはちょっと150度なので、見えないですね。ここは取らないんですけれども、8ハウスという弱いところにあって、昼のチャートの方では大強星って言われてるんですけど、火星が、けどそこまで悪さはしないように見えます。12ハウスのなんか捉え方がちょっと全然変わったというか。そうですね。なんかこうハウスだけで見てみると、12ハウスかなんか隠された敵とかとかなんか癒し系とかなんかなんていうんですか、ああいうモダンでね言うと、モダンで言うと、そういう夢とかね、夢とかなんだっけ、ボランティアとかね、そういった系かなって多分彼女を見ずに見たらかなって思うけど、品位とかルーラーとか、ハウスはそうであったとしても、そういうアスペクトとかやっぱり複合的に見ていくっていうのも、ネイタルチャートは必要なのかなってちょっとすごく感じました。そうなんですね。やっぱりね、こんだけ12ハウスにたくさんね、天体が集まっていて、すごくなんかこう12ハウス深いですね、こうやって見るとね。ただ単にね、隠されたとかそんなだけじゃないんだなって、加湿器を何十台も置いてすごく喉を守ったりとか、ライブの前は絶対声を出さないとか、歌うためにっていうのをしっかりされてるんで、地道な努力っていうんですかね。だからそれが隠れた部屋で、これだけの太陽エグザルテーションとか、そういった金星土星とかで私としてはちょっと感じ取れたなって思えるチャートでした。本当ですね。すごくこのチャートの中から、この12ハウスっていうのがすごくなんか今のねお話でその隠れたところでねこう磨いてっていうね、感じで光を放つっていう感じがしますね。しました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで解説していただいたのは、ミリアマンさんと、私の絵でございました。ありがとうございました。